いや、久しぶりだからな、夜の海。氷入れます。よーし、行きますか。はい、ということで今日は解禁日です。明日の0時解禁になるんで、そっから夜が明けるまで潜っていきます。久しぶりの夜の海なんで、もうテンション上がってます。よっしゃー、着いたぞ。今から5時間行ってきます。さて、ついに日付をまたぎました。ドキドキの中のスタートです。こちらはテングハギ。夜はこんな感じで魚は眠っています。ちなみにほとんどの魚はまぶたがないんで、目を開けたまま寝るんですよね。そして今日は小魚が大量発生していました。こんなにたくさんいるのは初めてです。これは大物に会える予感でしょうか。さて、伊勢エビがいそうな穴をめがけて潜っていきます。伊勢エビはいるのでしょうか。マサル視点を見ていきましょう。いました。ゲット。こちらはカノコイセエビ。奥にいるやつは斤量サイズなんで放置します。さて、どんどん行きます。今度は何がいたのでしょう。これも伊勢エビですね。狙いを定めてゲット。さて、お次はこのゆっくり泳いでる魚を追いかけて、しっかりと脳天に狙いを定めていきます。ヒット。今度はちょっと深めですね。水深7メーターといったところでしょうか。完全に寝てる魚がいます。ヒット。このぐらいのサイズになるとかなり大暴れします。逃げないようにしっかりと掴んで浮上していきます。さて、こちらのお魚は長ブダイですね。また何やら見つけたみたいですね。先行していきます。うっすらと魚の影が見えるのがわかるでしょうか。砂の上で寝ている魚をヒット。先ほどよりも一回り大きい魚。こちらはヒブダイですね。魚では珍しく黄色い見た目をしてるんですけども、こちらかなり美味しい食材となっております。およそ2キロといったところでしょう。何かいることをアピールしてますね。何がいるのでしょう。そこにいたのはオニダルマオコゼ。背中には魚類最強クラスの猛毒があり、刺されれば死んでしまうことも。そんな魚ですが、味は絶品です。狙っていきましょう。ヒット。そう、こんな感じでオニダルマオコゼって刺されても動かないんですよ。これを見ると本当に魚って痛覚がないのかなとか思ってしまいますよね。どうなんでしょうね。出てきました。こちらがオニダルマオコゼの全容ですね。これでもまだまだ小さいサイズで、おそらく1キロぐらいといったところでしょう。あまりにも動かないんで、体には苔が付着しています。ちなみにこちらの魚、あまりにも危険なためナイフでは締めれません。なんで一旦森をここから抜いていきます。そして直接森で脳天締めしていきます。ヒット。はい、これで脳天締めができました。で、ここからですね、血抜きもしていきます。そしてここで本日一番の高級食材を発見しました。何やら取れたみたいですね。岩にへばりついてる謎の生き物。こちら素手でゲット。
こちらが島で最も高級な食材、セミエビになります。セミエビすげえ。3ヶ月に1匹ぐらいしか取れないんですけど、この日は3匹取れました。めちゃめちゃついてます。そしてその後も引き続き伊勢エビを狙っていきました。もうこのぐらいの時間になってくると早く帰りたいって気持ちがめちゃめちゃ強かったですね。めちゃめちゃしんどかったです。ゲット。もうあとはひたすら潜っていきます。そして空が白んでくる頃、ようやく上がることにしました。ハリセンボンだらけ。よし、漁協に行くか。いやー疲れた。夜の潜りは素人なんでね、全然取れないですね。仕分けしていきますか。これ鬼だるま。あれ死んでない？伊勢エビ。よいしょ。あ、もげた。うわ、よいしょ。これ危ないな、鬼だるま。これ脱皮したてのエビです。ふにゃふにゃなんで元気ないですね。ゾウリエビ。もうちょっとあるか。ゾウリエビ。あ、でも5キロぐらい取れてるかもな。セミエビが3匹取れたのはマジですごい。はあ、疲れた。はい。これと、よいしょ。魚たち。はい、これ夜光貝はもうこのまま競り出します。これ置いとく。はい。一応8個あります。はい。8個で、どうだろうな。3000円ぐらいいけばいいかな。じゃあ、あと伊勢エビもいこう。で、エビは競り出すまで生かしときます。脱皮したてのエビはもうこんな感じで死んじゃうんで、このまま競り出します。よいしょ。これが俺のですね。入れ方が雑で怒られそうだな。まあ、こんなもんや。よし、あとはね、競りの時間まで待ちましょう。さて、疲れたな。ようやく始まります。いくらになるか。セミエビは売らない。食べたことないから食べてみようと思う。いくらなるやろうな。そろそろ始まります。25番ハリセンボン 2.9 キロ、28番ハリセンボン 1.2 キロ、安っ。350円。もう650円だったよ。渋台650円か。安っ。はい、売れ残りです。誰も買いませんでした。いくらぐらいだったやろうな。安いな。はい、ということで戻ってまいりました。まあ戻ってきたと言ってもですね、解禁日から何日か経ってるんですけども、ようやくね、競りの値段が送られてきたんで、それをね、発表していこうかなと思います。お値段ですね、17,210円でした。はい。それって高いんか安いんかどっちなんやと全然わからんと思うんですけど、正直めちゃめちゃ安いです。時給換算するとね結構いいんですけど、やっぱり僕ら投資金額っていうのがあったり、何の命の保証もされてない中潜ってるんで、この金額だと結構やばいですね。ちなみにこのエビ挟んでたこのマジックハンドみたいなやつ、あれ44,000円です。実はお金がかかっております。はい。で、あとねセミエビっていうのが取れたじゃないですか。で、あれはね、まあ動画でね何気なく登場してたと思うんですけど、まああいつは幻のエビって言われてて、沖縄の競りに出すと、まあ、キロ8,000円から15,000円ぐらいする本当に高いエビなんですよ。で、競り値でそれなんで、そっから仲買通して、で、料亭に行って、消費者の方にね、提供されてると思うんですけど、いくらなんやろうな。俺
は高くて食えんな。やばいよな。まあ、沖縄の超高級料亭とか行ったらね、もしかしたらあるかもしれないんで、まあ皆さんぜひ頼んでみてください。4万とかするんじゃない？とんでもない金額するんじゃない？もう俺初めて取ったぐらいの、もう本当に珍しいエビなんで、別の動画でね、俺が食べます。なんで競りには出してなくて、あいつを抜いた金額が17,000円。まああいつをもし競りに出してたら、まあ大体3匹で 1.5 キロぐらいなんで、まあ3万ちょっとぐらいになってました。コロナで伊勢エビが売れなくなってですね、もう値段が半額近くになって、ちょっとショックでありますが、そんな感じで漁師やっておりますと。ということでですね、今日はですね、はい、せっかくなんで伊勢エビをさばいていこうかなと思います。ということで早速、観察していきましょう。はい、こちらが伊勢エビですね。なんかね、エビって通覚があるみたいで、伊勢エビを締めるところを映すと、広告が剥がれちゃうんでね、もう氷締めしてます。で、こちらの伊勢エビたちなんですけど、本土で売られてる伊勢エビとは別の種類で、島伊勢エビっていう種類ですね。島伊勢エビはですね、ここの頭の部分がね、すごい大きいのが特徴的で、あと特徴としてはですね、まだまだちっちゃいんですよ。めちゃくちゃ大きくなります。これがね、だいたいまあ、4、500g だと思うんですけど、あと4倍のサイズになります。でかいやつは2キロ超えるんですよ。で、裏側はこんな感じ。やっぱ伊勢エビはね、裏側は結構えぐいですよね。で、ちなみに捕獲シーンではですね、伊勢エビがね、2種類いたんですよ。さっき言ったように、これは3匹とも島伊勢エビなんですけど、カノコ伊勢エビっていうのもいるんですけども、本当に食べ比べしても全くわかんないぐらい味一緒です。ということで、今日はですね、こちら島伊勢エビを使いまして、エビチリを作っていこうかなと思っております。伊勢エビにね、初挑戦するんで、ちょっとね、楽しみですね。ということで、早速、さばいていきましょう。まずですね、これ剥いていきます。お腹からね、包丁入れます。いきます。うわ、いいね。ブリブリじゃん。で、こっちの頭の方に、ね、味噌が詰まってるんで、頭でね、味噌汁にしようかな。ちなみにこのぐらいのサイズだとね、腕も結構太いんで、カニみたいな感じで食べれるんですよ。じゃあ2匹目。はい。で、3匹目。オッケー。ちなみに伊勢エビって鳴くんですけど、ここの付け根が音が鳴るようになってて、口じゃなくってこのヒゲを動かして鳴くんですよ。これでね、威嚇してきます。じゃあですね、これ身取り出していきたいんで、ここ切っていきます。まあ、包丁でやる人もいるんですけど、やっぱこれちょっと難しいんで、僕はハサミでやりますね。全然包丁でやってもいいけどね。できるし。あとは手で剥がしていきます。オッケー。まあ一応包丁でもやってみる？一応ね、この付け根みたいなのがあるんで、そこを狙うと、やりやすくはあるんですけど、やっぱりむずいですね。やったことない人がやると、手切りそう。じゃあ剥いていきます。まあ、付け根を切っときますか。はい、オッケー。はい、ということで頭と身に分け終わったんですけども、まずは頭の方、こちら味噌汁にするんで、こちらからね、やっていこうかなと思います。で、これヒゲを跳ねます。ヒゲを跳ねていきます。ほんとね、マジでしっかり長いんで、切っといた方がいいです。半端な鍋じゃ入りませんからね。オッケー。あとは茹でるだけです。じゃあね、入れていきます。すごいよな。めちゃめちゃ贅沢。3匹もいるからね。うわ、すげえ。ちょっと入りきらんな。じゃあ水入れていきます。オッケー。いやー、朝から贅沢な味噌汁ですよ。ちなみに今朝6時です。セット。じゃあじっくりと待っていきましょう。だいぶアクが出てきたが、お玉が入らんくて取れんわ。じゃあ味噌を溶いていきます。楽しみだな。早朝から伊勢エビの味噌汁なんて。はい、ということで完成です。次行きましょう。じゃあまずはですね、エビの下処理です。片栗粉少々、塩少々、あと水で、これで揉んでいきます。まあ、この中で臭みとかぬめりがね出てくるんですよ。これを捨てます。で、またこれ洗っていきます。よし、捨てていきましょう。
はい、それではね、綺麗になったんですけども、ここに下味をつけていきましょうか。塩。胡椒。ほんで、片栗粉ですね。で、まぶしていきます。あ、ちょっと待ってよ。俺はとんでもない間違いを起こしてしまったかもしれない。このままだと、この大きさのエビチリになっちゃうぞ。まあ、いっか、それはそれで夢があるもんな。うん、いいでしょう。それはそれで面白い。この巨大サイズのエビチリを作ってやりましょう。はい、それではエビチリの準備をしていきましょう。とりあえずネギをね、みじん切りにしていきましょう。とりあえずみじん切りですね。中華料理ってさ、この白ネギめちゃめちゃ使いますよね。中国にも生えてるんだろうね、やっぱり。よいしょ。で、ニンニクです。ニンニク入れとけばもう何でもうまいんですよ。いや、マジでニンニク嫌いな人にはまだ出会ったことがないわ。まあ、ニンニクはね、水に数分つけとくとすげえ皮が剥きやすくなるんですけど、まあ、水につけてなかったんで頑張って剥きます。で、これもみじん切りですね。ちなみにこの切り方はまっすぐ落とすんじゃなくてちょっとだけ下に引きながら切るとめっちゃ切りやすいですね。刃物って引かないと切れないんで、押してもやっぱ切りづらいんでね。まあ、実はねこんな感じでちょっとだけ引いてるんですよ。うわ、ニンニク多いなこれ。めちゃめちゃ多かった。まあいいでしょう。タレもねもう作っときましょう。まず鶏ガラ。意外とね味濃いんですよこれで。料理酒。ほんでみりん。今みりんとみりん入れてたわ。で、料理酒。料理酒。みりんダブルで入れちゃったな。味変わりそうだな。で、酢。砂糖。で、ケチャップですね。で、最後水です。もう中華は調味料が多い。こんなもんでしょう。いやー、ようやく調味料が揃ったね。やっていきますか。はい、まず油です。よいしょ。多かったな。まあええわ。んで、ありえない量のニンニク入れましょう。本当はこんな入れなくていいです。で、ここで伊勢海老です。入れます。全然火が良かった。火通るかなこれ。でかすぎた気がすると。これはでかすぎて火が通らんぞ。もう諦めよう。スープを煮詰める感じで火を通していきましょう。ちょっとね、焦げるわ。さすがにこんなでかいエビが火通るの待ってたら。ここいらで豆板醤を入れていきます。もう辛いの好きなんで大量です。で最後とろみつけたいんで水溶き片栗粉を入れていきます。いい感じだ。でかすぎるけど完成です。はい、それでは完成しました。久しぶりの伊勢海老です。いやー、エビチリはどうなんやろうな。初めて食べるからな。ちょっと楽しみですね。めちゃめちゃ楽しみだわ。こんなでかいエビチリあるか。早速ね、いただきたいところであるんですけども、おそらくね、エビチリ食べたら多分味噌汁の味わかんなくなると思うんで、まずはエビの味噌汁からいただこうと思います。皿がちっちゃいんですけども。はい。こちら、足がですね、食べれるんですよ。本当はエビバサミとかでね、剥いた方がいいんですけども、ほら見て、こんぐらいサイズになると足も食える。いいよね。うまっ。めちゃめちゃ美味しい。ではですね、味噌もいきましょうか。もうちょっと大きい皿に盛った方がよかったね。多分今から机がめちゃめちゃ汚れます。一旦足全部もいで避難させといて。痛いなこれ。素手じゃきついからさすがに。出てきた。おおほら味噌めちゃめちゃうまいわこれ。やば。美味しい。めっちゃ美味しいわ。でここにもねまだ味噌があるのでこれ食べていきましょう。いただきます。うまっ。
最近ね、見てない人もいると思うんですけど、ヤシガニを食べて、その味噌もすごい濃厚だわって言ったんですけど、今だから言うけど、あれ美味しくなかったな。これ食べたらあれが美味しくなかったってことが分かった。めちゃめちゃ美味しいな、これ。美味しい。じゃあですね、本命のエビチリいきますか。これはもう、やばいでしょ。いただきます。でかいでかいでかい。エビチリのエビってこんなんや。これやからね。これ。でかすぎ。なるほどね。いや、めちゃめちゃ美味しいよ。めちゃめちゃ美味しいんやけど、ちょっともったいないなーって思っちゃいましたね。伊勢エビって、食感に関しては、プリップリしてるわけじゃないんですよ。例えるんだったらカニとエビの中華みたいな感じで、食感を楽しむっていうような感じじゃなくて、味を楽しむようなもんなんで、その味をソースでかき消しちゃってるのがもったいないし、食感に関してもプリップリなわけじゃないから、エビチリだったらプリップリの方が合うな。いや、美味しいんだけどね。もったいないな、これ。カニチリを食べてみた。カニっぽい。風味はエビなんだと。なるほど。うまいけど全く別料理やな。でもなんぼでも食える。うまい。で、あと一つ思ったのは、いや、この食べ方めちゃめちゃ夢詰まってるんですけど、食べづらいわ。じゃあちっちゃく切った方が食べやすい。こんなこと言ったらあれだけどね。なるほどー。ちょっともったいない使い方だな、これ。全然うまいんだけどね。うわー、ちょっと悔しいな。はい、それではごちそうさまでした。ちょっと辛辣なコメントにはなったけど、やっぱり伊勢エビうまいな。で、ちなみにもうめちゃくちゃいらない情報だと思うんですけども、エビって食べ過ぎるとお腹下すんですよ。伊勢エビで言うと、5匹ぐらい食べるとお腹下すんで、皆さんね、もし大量に伊勢エビを食べれる機会があってもね、俺みたいに3匹ぐらいでとどめとくのがいいかなって思います。漁師しかなかなかできないと思うんですけどね。はい、ということでですね、こんな感じで、伊勢エビだったんですけども、今ね、本当にコロナ禍で全然売れなくて、島の漁師の収入がどんどん減ってるんですね。これじゃダメだなということでですね、僕が今借金をしながら、水産加工場を立ち上げて、島の水産物の販売を目指して頑張っておりまして、その様子をですね、オンラインサロンマサルの漁業再生日記でですね、週に2回ほどね、更新しております。面白い内容となっておりますので、概要欄の URL からぜひぜひ覗きに来てみてください。ということでですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。